この動画は拡張音声解説版です。男性の声で視覚情報を解説しています。人に優しい情報発信、ウェブサイトのアクセシビリティ。花王。技術の進化や社会環境の変化が加速する現代。生活スタイルや価値観も日々多様化しています。さまざまな人が行き交う街の風景。高齢の夫婦、外国人、会社員、ベビーカーを押す親と子供、盲導犬を連れた人、車椅子で移動する人、自転車で移動する人。花王グループでは、人に優しいものづくり、嬉しいを形にするものづくり、人や社会とつながるものづくり、この3つを花王ユニバーサルデザイン指針として分かりやすく使いやすい商品の開発と多様性に配慮した情報発信を目指しています。花王ユニバーサルデザイン指針の文字とイメージイラスト。さて、社会インフラの一つとなったインターネットにおいても、ウェブサイトを使ったコミュニケーションには多様な視点が必須です。人に優しい情報発信のため、多様性に配慮したウェブサイトについて考えていきましょう。さまざまな人がパソコン、スマートフォン、タブレットを使ってインターネットを利用している。ウェブサイトの向こう側を知る。人について考える。ウェブサイトの向こう側にいる人、使っている道具、環境は様々です。指で操作されるスマートフォンの画面。彼は視覚から製品の情報を得ていますが、男性が公園のベンチに座っている。スマートフォンを指で操作してウェブサイトの製品を見ている。盲導犬を連れた彼は画面を読み上げるソフトウェアを使って聴覚から製品情報を得ています。視覚障害がある男性がスクリーンリーダーを使って製品の情報を音声で聞き取っている。自動で表示が切り替わるウェブサイトの表現は、動きで見る人の関心を引くことができますが、子供が料理のレシピサイトを見ている。バナー画像が次々と自動で切り替わっている。画面の一部が動くことによって読みづらさを感じる人は、動きを止めて情報を得ます。困った顔をした父親がバナー画像の静止ボタンを押す。バナー画像が自動で切り替わるのが止まって微笑む。このように、人は自分に合った方法でウェブサイトから情報を取得します。文字情報のやり取りから始まったウェブサイトは、技術の進化に伴って画像やアニメーション効果、動画など表現の幅が広がっています。ウェブサイトの技術の進化がわかる3つのイラスト。文字だけのモノクロ画面、写真や文字が並ぶカラー画面、動画を掲載したカラー画面が左から右に順に現れる。動画は視覚情報と聴覚情報を同時に使うことで、画像や文字よりも複雑な情報を伝えることができますが、映像を見られない。視覚障害がある女性は動画ナレーションのこのようにという説明が分からず困っている。または音が聞こえない場合は、動画の内容を十分に受け取れないこともあります。聴覚障害がある女性は動画の音声が聞き取れず困っている。障害の有無、年齢、環境や状況にかかわらず、個々のニーズに合った方法で利用できるウェブサイトにすることが、これからの時代には必要となっていきます。ナレーションプラス動作の音声解説という文字。視覚障害がある女性は音声解説を聞くことで内容を理解できた。ナレーションプラス字幕という文字。聴覚障害がある女性は字幕を読むことで内容を理解できた。ウェブサイトの向こう側を知る。環境について考える。アクセシビリティとは、
使えるかどうかの度合いを示す言葉です。アクセシビリティイコールアクセスプラスアビリティの文字。ウェブアクセシビリティとは、多種多様な人がさまざまな環境や状況でウェブサイトにアクセスして利用できることを指します。近年はウェブアクセシビリティの対応を義務付ける法律や条例を整備する国や地域が増えていて、公的機関だけではなく民間企業でも取り組みが進められています。世界地図、法律や条例のある国や地域が斜線で塗られていく。世界地図の上に民間企業の取り組みの例として、さまざまな人がウェブサイトを利用して買い物をしている場面が現れる。また、誰もが利用できない、利用しづらいという状況に置かれる可能性があることも忘れてはいけません。例えば、聞こえないには聾や難聴だけでなく、怪我や病気で一時的に聞こえづらい、または周囲が騒がしくて聞き取りにくいなども含まれます。手話をしている聴覚障害がある女性と永続的という文字、耳に怪我をしている男性と一時的という文字、周囲が騒がしい状況の女性と状況的という文字。音声が聞き取りづらい状況で動画を見るときに、字幕があると音声をすべて聞き取れなくても内容を理解できます。騒がしい環境で音声が聞き取れず困っていた女性が字幕を見て内容を理解できた。このようにウェブサイトをアクセシブルにするということは、多様な人、状況、環境において使えるウェブサイトにすることなのです。ウェブアクセシビリティの3つの切り口。人に伝わる、機械に伝わる、操作できる。この3つの切り口からウェブサイトをアクセシブルにする方法を考えていきましょう。3つの切り口のイメージイラスト。1、人に伝わる。ウェブサイトを制作する際は、能力や環境、状況にかかわらず情報を受け取ることができるよう、特定の感覚に依存しない表現方法を考えていきましょう。感覚を表す目、耳、指先のイラスト。例えば、色の見え方は人それぞれです。色覚の個人差や目の症状によって見え方は異なります。リンゴとレモンのさまざまな見え方のイラスト。色覚タイプ1型2色覚と2型2色覚、黄視症、白内障の色の見え方の例を表示している。色で分類したデザインも人によっては分かりづらくなってしまうこともあります。シャンプーとリンスの製品名がたくさん並んだウェブサイトの画面。製品を背景色で分類したデザインだが、1型2色覚の見え方ではシャンプーのオレンジ色とリンスのピンク色が同じような色に見える。色だけに頼らない工夫をしましょう。2つのウェブサイトの見え方の例。1型2色覚の場合、左は背景色が同じに見えて製品の分類が分かりづらい悪い例。右は背景色に模様を加える工夫をした良い例。2色が同じに見えても区別できる。また、ウェブサイトは読み手が文字の大きさを調整できるメディアです。女性がスマートフォンの設定からブラウザで表示する文字サイズを大きくしている。文字の大きさを変更してもレイアウトが崩れないようにしましょう。2つのスマートフォンの例。左は文字が重なって読めない状態の悪い例。右はレイアウトが崩れていない良い例。文字を読むことができて女性が喜んでいる。さらに、文字情報を音声にして聞く、点字にして指先で読み取るなど、さまざまな方法で情報を受け取れるようにしましょう。情報を受け取る方法の例。スクリーンリーダーで音声に変換する。点字ディスプレイで点字に変換する。
2、機械に伝わる。ウェブサイトの情報はパソコンやスマートフォンなどの端末やブラウザなどのソフトウェアを通して人へと伝わります。ウェブサイトで情報が伝わる仕組みのイメージイラスト。そのためコンテンツは見た目の表現だけでなく、機械が理解できる形にする必要があります。ウェブサイトの画面とマークアップ言語の画面。文章には見出しや箇条書きといった分かりやすく整理するための書き方があります。ウェブサイトを作る際も見出しや箇条書きなどを使用して機械が理解できる形にしましょう。2つのスマートフォンの例。左は機械が理解できない悪い例。右は見出しなどで構成された機械が理解できる良い例。例えば商品名や使い方のようなページの主題となる情報を機械が理解できる形にすることで、検索エンジンにそのページがどのような情報を扱っているのかをしっかり伝えることにもつながります。人にとって見やすいだけでなく、機械に伝わるようにすることで、より多くの人へ情報を届けることができます。マークアップ言語がさまざまな道具を介して人々に情報を伝えているイメージイラスト。3、操作できる。リンクをクリックしたり、文字を入力したり、ウェブサイトを利用するには操作が必要です。操作の方法や操作にかかる時間は人や状況によって異なります。マウスを使えば問題なく利用できる画面も、キーボードだけで操作をすると時間がかかって困ることがあります。マウスを使ってパソコンを簡単に操作する人と、利き手を怪我してパソコンの操作がうまくできずに困っている人。タップできる領域が狭いために目的の操作を達成できない人もいます。2つのスマートフォンの例。左はタップできる領域が狭く意図した操作ができない悪い例。右はタップできる領域が十分に広く操作しやすい良い例。能力や環境、状況にかかわらず操作できるウェブサイトにしましょう。多様な人々がさまざまな環境・状況でウェブサイトを操作している。世界では5人に1人以上に何かしらの障害があると言われています。出典2020グローバルエコノミクスオブディスアビリティアニュアルレポート。日本では4人に1人が65歳以上の高齢者という時代です。出典2012総務省統計局。一方でインターネットはすでに毎日の生活に欠かせない存在となっています。人に優しい情報発信を目指して、より多くの人がさまざまな場面で利用できるウェブサイト作りに取り組んでいきましょう。人に優しい情報発信という文字とさまざまな道具、たくさんの人々の笑顔。顔。